こんばんは、ボスケです。結構ね、今ね、夜中なんですよ。私ね、ちょっと万有引力によって、なんか、寝ちゃいそうですけれど、ちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今回はね、この大人の科学マガジン、これをね、入手したんですね。これね、実はね、とあるね、フリマサイトで買ったんですけれど、本はね読まれてるんですけれどね、付録にはね手をつけていないという、普通はね結構ね逆のパターンが多いと思うんですけれどね、本当にねありがたい出品者さんがいらっしゃいまして、これをねゲットすることができました。今はねもう非売品となっております。当時は2100円で買えるんですけれどね、今中古でだいたい4000円ぐらいで出回ってると思うんですが、まあそれにしてもね、今となってはちょっと貴重になってしまったこの大人の科学マガジンのこの望遠鏡をねちょっと組み立てながら、この回をね進めていこうと思ってます。冒頭で言ったね万有引力の法則っていうのもねニュートンがね考え出したんですけれど、ニュートンはねこの反射望遠鏡っていうのもね実はね作った人なんです。反射望遠鏡っていうのはね、今ここに反射望遠鏡を持ってますが、こんな感じの。皆さんね、望遠鏡がね、こんなね、手にね、乗るってね、あんまりね、想像ないかもしれないですけれど、これね、一応ね、本格的な望遠鏡としてね、今売り出されているね、ニュートニーという望遠鏡です。このね、望遠鏡の特徴はね、このようにね、中の構造がわかるっていうね、実はね、学習向きのね、天体望遠鏡でしてね、このチャンネルでもね、すでにね、紹介はしているのですが、初めてね、ご覧になられる方もいると思いますので、このようにね、パッカーンと開けるとね、中にね、主鏡っていうのがありますね。で、今度はね、こっち側見ると、ここにね、斜めに入ったね、鏡っていうのがあります。光がね、ここからね、ピューッと入ってきて、この主鏡にね、バーンって当たって、この写鏡でね、90度角度を変えて、このね、アイピースっていうね、レンズで見るわけですね。そうなんです。これが反射望遠鏡なんですけれど、これの元祖を作った人がニュートンさんです。そのニュートンの作ったね、望遠鏡をね、学研さんがこのように、ミニチュアにして、このね、大人の雑誌、大人の科学っていうね、マガジンの中の付録にしたっていう、そういうわけです。当時としてはね、多分画期的なね、付録だったと思いますよ。何せね、本の中にね、反射望遠鏡が入ってるんですからね、びっくりしちゃいますよね。私もね当時ね生きていたらね買いました。生きていたらっていうか生きてはいるわな、何を言っているんだわ。2006年の発売なのでかれこれ14年前、そりゃ生きていますわね。私ねまだあんまりお金がなかった時代なので、あんまりねこういうの売っててもね買わなかったんだと思います。っていうかむしろねあんまりね天文活動はしてなかった時代ですね。そんなのはどうでもいいや。とりあえず開けてみたいと思います。じゃじゃん、これがね反射望遠鏡のパーツですこれねやっぱ大人向けの雑誌だけありますね。この夜中ね11時以降にねこれを組み立てるのはちょっとねしんどそうですけれど、これをね組み立てていきたいと思います。ありゃりゃりゃ、見た感じね主鏡というのか、なんかパーツが全部揃ってるのかな。裏にもあった。じゃあ頑張ります。はい、それではねはじめにこれをね出品された人はね望遠鏡には興味がなかったのかな。本当に封印がされたまんまですね。ていうかこんなにもね手をつけないでね保管してあるのに傷ありでね出品されてたんですよね。確かにね本自体はね傷とかがねもちろんついてますよ。紙ですもの。でもね付録がねこのように新品同様で残ってるっていうのはもうそれは傷ありじゃなくて新品だろう。望遠鏡目的の人だったらねそう思うわけなんですよね。本当にありがたい話です。こんな本当にね新品をね譲っていただいて。さてどうやって組み立てたらいいんですかねこれ。なんかよくは適当に今ね開けてみたらねこんなところから主鏡が出てきました。うわ小さ、想像以上にね小さいですね。合計30ミリぐらいじゃないですかね。123とね、鏡はねプラスチックですね。プラスチックの表面になんちゃってアルミがついているって感じです。今ね開封したてなのでね本来傷とかがねついてちゃおかしいんですけれど、もうねなんか材質がプラスチックだもんでね傷とかがねついてますね。
まあというのもね、この大人の科学のこの付録、このね天体望遠鏡でね、多分そこまで観察精度っていうのはね見込んでいないとは思います。むしろね、こういうのを通じてその当時の科学を勉強しましょうみたいなそういうコンセプトだと思うので、まあ今回はね宮地云々でねあまり評価とかはしないようにいこうと思います。この時点でね宮地の評価はねもう分かっちゃいますわね。綺麗に見えるわけがない。それではこれは何だろうな。なんか牛がこう引っ張り合ってパコンって昔実験であったじゃないですか。何だったっけな、真空の実験、それみたいですよね。きっとこれとこれをね合わせるんですね。こうパッコンってと思ったらもう一個半球が出てきた。これとこれ違うな。やっぱこれとこれ合わせて、もうなんか説明書ないのかな、これどっかにあると思ったら開いた瞬間ありました。まず鏡頭にボトルを取り付ける。その次、凹面鏡を袋から取り出す。さっき取り出しました。凹面鏡の表面には絶対触れないようにって書いてあるけど、もともと汚れてるやんっていうオチですね。あと凹面鏡と枠に鏡頭をかぶせる。おっとどっこい。なんかねこれをはめたらねさらにね口径が小さくなった気がします。まあもうどうでもいいや。口径何センチだろうが、もうこのアイピースがね 31.7mm なんですけれど、このアイピースよりもねやっぱり小さいんで口径 30mm あるかないかかな。はい。でその次が土台を作る。まず台に支柱を取り付ける。で今度はピント調整ネジを鏡頭支えに取り付ける。ピント調整ネジってどれだろう。これか。これがねピント調整ネジだったんですね。知らなかった。これでピント調整するんだ。鏡頭はねなんかね紙なんですね。ペラペラの大丈夫なのかなこれ。紙でなんかこういう丸いペンを使って曲げてくれという。こうやって気の短い人だと初めから曲げちゃうとね折れちゃうので R を作っていくのがねコツかもしれないですね。ではその次、両面テープ AB をそれぞれのパーツに貼る。なかなかね大人の工作っぽくなってきましたよ。はい、鏡頭の内側作り終えました。今度は副鏡を鏡頭内側に。これが副鏡です。小さいですね。この部品を内側に取り付けると。でこのね副鏡押さえでね押さえつけるってことですね。で今度はフォーカスチューブを鏡頭に貼り付けるとつけました。まずこれをこれに差し込んで、はい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 。そういうことね。当時のニュートンもここをねくるくるくるってしながらねフォーカス合わせてたのでしょうかね。なるほどね。なんかね紙とかプラスチックでねチャチーではあるんですけれど、こういうね構造が分かるってねほんと楽しいですよね。当時のニュートンがねどういう風にして望遠鏡ね作ってたのかっていうのがね本当に作りながら分かります。だんだんねこのね大人の科学のこの付録のね良さがね分かってきましたよ。でその次は土台に鏡頭を止める。
ってことはこれで完成じゃないですか。これねむちゃくちゃねでもね楽しかったです。このね学研の大人の科学の天体望遠鏡、これをね今夜組み立てました。いやなんかね大人の科学っぽくね本当にねなんか科学してる気がねしてきました。ということで今回の動画もここまでで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。